皆さんこんにちは、福良美恵です。私は今ですね、成田空港に来ています。はい、お分かりの通り1週間ほどですね、海外に行ってきます。どこに行くかというとですね、エティハド航空を使ってヨーロッパ、イタリアに行きます。途中でアブダビでトランジットして、そこからカタール航空に乗り継いでドーハに行き、ドーハからローマ、そして最終目的地のミラノに行って、はい、終わりです。久しぶりの海外旅行、そして私自身初めてのヨーロッパ、イタリア旅、すごく楽しみにしていたので、その様子をこの動画でお伝えできればと思います。たくさん動画を撮って皆さんに共有できればと思いますので、ぜひ動画最後までご覧ください。では行ってきます。はい、ということで、無事にイミグレを終えてですね、出国できます制限エリア内にやってきました。ちょっとお水没収されたので機内で、喉がカラカラにならないようにコンビニでたくさんお水を買おうかなと思います。はい、成田空港、やっぱりバケーション、夏休み、人がたくさんいらっしゃいますね。このワクワク感を登場しました。搭乗開始。今回のお席はですね、エコノミーの通路側のお席なので、トイレ行き放題です。長距離フライトです。すいませんすいませんって寝てる人の間を通りたくないので、窓側もいいけど今回通路側という、ご覧ください。こちらが今回乗るエアバス A350-1000 です。エアバスファンの方、ご覧ください。ヨーロッパ製の航空機でございます。ちょっとエティハドの匂いがする。分かる人には分かるはず。エティハドの匂い。なんか私エティハドのボーディングソングの曲が大好きで、てんてれてんてれてんてんてれんてんてんみたいなやつが好きなの。それちょっと聞けるかな。ドキ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 。Thank you very much. It will be the second ride, please. 入りました。右翼側の席ですね。右翼側、聞こえるかな。なんか曲変わってる気がする。このですね、この枕がついてるのが見えますか。どっちかこの傾けられる、このように枕、こうどっちかに傾けられるっていうのがめっちゃいいです。やっぱりいいな。座席に着きました。これがめっちゃ好き、便利。私が好きなボーディングソングではなくなっていました。新しくなったのか。でもこれもちょっと中東のアラビアンな感じ、エスニックな感じがめちゃくちゃ楽しい。まず飛行機に乗り込んだら、旅の安全のしおり、このエアバス350-1000のセーフティーインストラクション、この安全のしおりを熟読いたします。そしてエティハドのこのパネルの中にはですね、
エンタメ、映画もたくさんあります。かなり豊富だと思いますね。新しい作品からクラシックな作品まで幅広いジャンル取り揃えております。私はですね、たくさんこの時は映画見ようと意気込んでいたんですけれども、結局地図とにらめっこしておりました。新しい機体だからタイプ C の充電も USB も両方あります。ボーイング777とかだとちょっとまだ昔ながらの USB しかないとかあるけど、新しいからめちゃくちゃいい感じです。窓側の席じゃないので天気がよく見えませんが、ここから見る限り空がちょっとグレーでベタっとした感じなので、もしかしたら上昇中ちょっと揺れそうな予感がします。世界一安全な乗り物と思ってますので、無事にアブダビ国際空港に着くまでフライト楽しみます。そして飛行機離陸前にはですね、機内の安全ビデオが流れます。なかなか聞きなじみのないアラビア語の安全ビデオです。そしてこの映像で出てくるアブダビのルーブル美術館、実際にあるところで私もまだ行ったことがないんですが、いつか行ってみたいところの一つです。さあ、いよいよ機体が動き出してザイード国際空港に向けて出発です。お手洗いはこんな感じ、キラキラです。ハンドソープもいい香りでした。そしてですね、事前にエティハド航空の、会員登録をしていると無料でですね、チャットのみ Wi-Fi を使えるので、家族や友人と LINE とかできるんですよね。さあ、この時はですね、今から何の映画を見ようか真剣に選んでいる最中です。私が選んだ作品はこの5つ。結局全部見てません。そして私これすごく驚いたんですけれども、前回乗った時はなかったような気がするんですが、機内食が始まる前にアナウンスとこのビデオが流れたんですね。機内食っていつもなんか気づいたら横にいるみたいな、始まってるみたいなイメージなんですけど、これが流れることによってお客さん皆さんがですね、一斉に机を出してスムーズに配膳することができて、すごく感動しました。さあ、そして自分の番が回ってきてですね、私はこの時1回目のサービスで確かビールを注文しましたね。空の上でアルコール飲むのはこの時人生で初めてです。なんか多分きっと長いフライトになるからお酒飲んでたくさん眠ろうという魂胆ですね。で、右隣に、スペイン人カップルが座っていたんですけれども、そのお二人はですね、コーラに少しウイスキーを入れてくれというすごくおしゃれな注文をしてたので、私も次回から真似してみようと思います。要はコークハイですよね。さあ、いきなりもうグビグビと飲み始めました。さあ、私がチョイスしたのはテリヤキチキンだったかなと思います。これはマンゴープリンですね。めちゃくちゃ美味しかったです。なんか日本船の機内食は美味しいと友人の客室乗務員からも聞いておりましたので、すごく楽しみにしていました。美味しかったです。そして食後のコーヒー、なぜか眠りたいのにコーヒーをチョイスしてしまったので、目がギンギンのまま夜を迎えてしまいました。さあ、そしてですね、私のこの必要不可欠なスキンケアグッズ、ちょっと暗すぎてご紹介できなかったんですが、フェイスマスク、そしてフェイスミスト、保湿する系ですね、たくさん詰め込んでおります。さあ、機内も暗くなりまして、いよいよ寝る準備といったところですが、ずーっと私はですね、地図とにらめっこをしておりました。今はこの辺なんだと、中国上空でタッチパネルと戦っておりました。今この辺飛んでるよっていうところですね。アブダビの方が5時間遅れているので、太陽を追いかけるっていう形ですね。さあ、
ホットアイマスクをつけて寝ます。おやすみなさい。寝るんかな思ったら寝えへんのかいといったところでまた地図触っています。ここはですね、中国の六番水市といったところを飛んでおりました。ミャンマーとタイの北部に隣接しているところだそうです。まだ成田から出て半分ぐらいですね。そしてまた新しい遊びを見つけてしまいました。このコックピットビューというところを押したらですね、機長コックピットの中で見えている映像と同じ映像か分かりませんが、おそらく CG だとは思いますが、このようにですね、風速何メートルであったりとか、今どっち向きに飛んでいるとかですね、高度を確認できたりと、航空ファン大歓喜なモニターの設定がありました。そう、これがですね、正面、飛行機飛んでいる方向、進行方向正面の映像です。はい、機内が明るくなりました。全然寝ておりませんが、おはようございます。ピース、何のピースだろう。あ、そう、2回目のお食事の2ですね、ピースではなく。そして寝起きで選んだのはまたもやテリヤキチキンです。もう鶏しか信用できないということで、今回の機内食は全て鶏しかチョイスしておりません。何か喋ってますね。間もなく到着するということでした。さあ、目的地アブダビに降り立った後、その後ドーハに乗り換えます。さあ、再びコックピットビュー見てみましょう。このようにですね、高度がだんだん数字でも下がってきているのが目に見えますね。まもなく着陸いたします。サイドインターナショナル空港に着きました。9時間半ぐらいのフライトです。お疲れ様でした。後期します。快適な空の旅でした。到着。ただただ地図とにらめっこしてました。懐かしい。もう懐かしいと思ってしまうほどの、なんかね、日本人が全然乗ってない。やっぱりヨーロッパに帰る組がエスパニョーラアライボーズ。乗り継ぎっちゃ乗り継ぎなんですけど、ちょっと時間があるので一回入国しますこちらはですね、ゲート出たところにたまたま見つけて乗り合わせました。到着ゲートまでこのようにですね、めちゃくちゃ歩きますので、到着されて見つけた際は必ず乗るようにしています。ザイード国際空港はトランスファーが先に手前にあって、アライバルズが一番奥、突き当たりなんで、私たち今からちょっと乗り換えは乗り換えなんだけど、一旦入国するのでアライバルズに向かっております。このようにですね、ちょっとスイスイと追い抜いていく感じが申し訳ない気持ちと、すみませんっていう感じが何とも言えません。なんか1年にもう3回も来てるから懐かしい。到着いたしました。カートに乗って移動しております。距離でいうと1キロ以上は歩くんで、2キロぐらいあるかな。
乗らせてもらいます。あ、ここで皆さん乗り換え情報を確認してますね。大理石調の床を歩いてるからなんかタイヤの摩擦が不思議な感じのキュル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 とした感じ。はい、到着ゲートを出たらこのような景色が皆様をお出迎えしてくれます。前にですね、たくさんのガイドさんとかタクシーの運転手さんが待ち構えてくれています。めちゃくちゃ懐かしい。トータル24時間ここに滞在しています。このエリア内だけで懐かしい。このエティハドからエティハドのシャトルバスでドバイに向かうシャトルバスになかなか乗れなくて苦戦してここに長く滞在したのを覚えてます。そして到着ゲート出たところにはですね、コスタコーヒー、そして向こう側にはスターバックスがあります。これはですね、フェラーリワールドの広告ですね。アブダビといえばフェラーリワールド有名ですね。ですね、今ちょっとゲート外出てきたので一旦外に出てみようかなと思います。久しぶりのアブダビ。待って、暑いわ暑いわ一瞬行けるかなと思うけど全然サウナもう湿度が今高い感じがする。多分気温で言ったら40までは行ってないかもやけど、でも圧倒的湿度。夜は湿度なんかな。暑っ。なんかもうだから入って外出て1分も経ってないのに皮膚がベタベタしてくる。暑いよ。でもこれをちょっと味わってみたかったということで外に出てみましたが、はい、もうすぐ中に入ります。そして、カタール航空の乗り継ぎのゲートに向かいます。出国審査出国手続きをいたします。出発フロアへやってきました。これからカタール航空のチェックインを開始しようと思いますが、ゲートがどこか分かりませんので今見てみますとパッと見、カタール航空のもしかしてターミナル違う？ザイード国際空港といえばこのキラキラのなんて言うんですか、キノコみたいなやつやってきたって感じ。はい、カタール航空のカウンターがオープンしたので早速チェックインします。無事にカタール航空のボーディングチケットをゲットしまして制限エリア内に入ってきました。こちらがアブダビザイード空港の免税エリアです。朝の今ちょっと何時今朝の2時半、現地時間2時半とかなんですが、
免税店もキラ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 と営業中でございます。なんかいつもスタンバイチケットとかで来るからいつもここをギリギリに駆け抜けていくんですけど、ゆっくり今日は見れそうなので、なんかちょっと目新しいものがあったら見てみたいですが、免税エリア内に卵型の可愛いグッチ見つけました。こんなに広い空間になっております。ぴょんぴょん。無印良品も入ってます。あ、これなんかタップしたらここに行けるよってことね。今なんかここ通り抜けた。ここを通り抜けてきて、クレアーズとか懐かしいな。あ、バスにボディーワークス。ここで前ボディクリーム買いました。いい匂いのやつ。これね。さあ、ご存知の方いらっしゃいますでしょうか。ザイード国際空港にはですね、無料で使えるシャワーがあるんです。ゲート A の付近、そのソナイトの右隣、しれーっとシャワールームが完備されております。超潔癖な人にはおすすめできませんが、すっきりできるので快適でした。あ、でもなんか別に一緒メインメニュー。チキンマック、マックチキン。あ、こういうスパイシーチキン系、スパイシーチャンキー、クランキー、グランドチキンスパイシー、グランドチキン。こういうのなんか、マックアラビアチキンだって。ビッグテイスティーマッシュルーム。マッシュルーム？あ、ダブルチーズバーガーね。ダブルチーズバーガー。カラクチャイ。ラクダのチャイ。ラクダミルクじゃないこれ。何円や。忘れたな、ちょっと通貨。あ、でもこういうのもあるんだね。なるほど。ということでした。でもそしてボーティングの時間になったので、ドーハへ向けてカタール航空に搭乗いたします。Hi, good morning. 19 Bravo, middle seat, please. No, which seat? Okay. かわいい。ちょっと小さめのエアバス320なんで、ナローボディ今回の旅でもかなり楽しみにしておりましたカタール航空。航空ファンの方ご存知だと思いますが、何度も世界一をランキング取っております有名な航空会社ですね。1時間フライトなので小さめエアバス320です。初めて乗りました。モニターはこれぐらいのサイズで、なんと USB しかないタイプの機体なのでタイプ C は使えません。これドーハのどこかなんですかね。スタメを日本語にしてみましょう。エンターテインメント。ベストオブ。でも比較的新しい。悪いかも。反応悪め。こういう感じで。足元はこんな感じ。まあちょっと1時間のフライトなのでアメニティとかブランケットとかはない感じ。まあ確かに伊丹羽田間もそんな感じですもんね。1時間フライトですが、念のためにしっかり仮眠を取ります。はい。The forward cabin, Miss Digit, rear cabin, Miss One. おはようございます。
1時間のフライトですが、機内食が出ました。ちょっとぺちゃんこ気味のクロワッサンと、中東あるあるの、これはサラダかな、なんかスイカのようにも見える。でもチーズとサラダと、真ん中がブルーベリージャムでサンフルーツと、ドリンクはですね、問答無用でオレンジジュースをいただきました。オレンジって書いてるのかな。このサイズ感がかわいい。1時間しかないので CA さんの手際が良すぎて感動しました。素晴らしい。死後出来女性はかっこいい。いただきます。あっという間に朝ごはんを食べていると、外にはまた砂漠。まもなくドーハに到着するようです。そしてですね、眺めていたら朝日見ることができました。なんかすごくエモーショナルな気持ちになりました。そして到着です。とっても広い空港ですね。外との寒暖差からなのか湯気が出ています。わあ、暑ー、すごい。めっちゃすごい。外で降りるタイプのバスに乗ってターミナルに向かうという。メガネが曇る。皆様、カタールの首都ドーハハマド国際空港に到着いたしました。そしてカタール航空のグッズ、くまちゃんだったりスノードーム、かわいいですね。そしてなんかよく SNS で見かけるこのアボカドのぬいぐるみ、かわいいですがもちろん買いません。そしてだだっ広いハマド国際空港、とっても大きなビジョンがあったりと素敵な空港でした。そしてご存知の方教えてください。これは人気なやつなんですか？なんかお子様たちがみんなこのリュックとか背負ってたんですが、何の何でしょうか、このくまちゃんは。そして梅田阪急っぽいフォントのハローズ。そして朝一のモーニングショット、コーヒーを買いに来ました。なんか何屋さんかわからない。おはようございます。from ドーハ。朝の一杯をいただきたいと思います。カフェラテです。ホットラテ。さっき見に行ったらマルゾッコという私の馴染みのあるコーヒーエスプレッソマシーンを使って入れられてました。いただきます。そしてこの空港でかすぎて皆さん見えました？左上モノレールが走ってるんです。ターミナルを行き来するモノレールですね。この左側と右側両方走ってました。そしてなかなか見慣れないいろんなオブジェがたくさん飾ってありましたね。15分ぐらいですね。乗り継ぎのターミナル、C の53をめがけて歩いてたんですね。ほぼこれは天井はあるけれどもほぼ外ですね。太陽の光が差し込んできて、なんかめっちゃ開放的、セロトニンを浴びられるでかすぎる空港。そしてかわいいフェンディのカフェも見つけました。黄色がアイコニックでかわいいですね。この開放感あるターミナル、空港、一気に大好きになりました。
なんかね、いろんなものがありました。このマンホールから動物が出てくるこの辺はね、動物シリーズ、ゾウとかもいましたよ。そしてこの辺にターミナルがあるんですが、見つけました。ゲート少し変更がありましたが、ローマ行き FCO フィルミチーノ空港まで行くこちらのゲートから私たちローマに向かいます。コロッセオが乗ってます。でかい。かっこいい。羽がこうなってるやつだ。羽がこう。ちょっとビジネスクラスを。めっちゃ素敵。わあ、めっちゃいい、めっちゃいい、めちゃくちゃいいです。大興奮。黒とエンジ色、そしてカタールのロゴが背もたれにあって、枕もこんな感じ。座席はこんな感じです。ロープ数がない。素敵。皆様聞こえますでしょうか、このボーディングミュージック。なんか高貴な感じ。YouTube に載ってるやつと同じかな。一応予習して聞いてきましたが、やっぱこのエティハドも紫系だけど、このエンジ色、この色がとてもカタールは印象的ですね。では早速モニターチェック。ホームボタンからエンターテインメント。また私の操作が下手なのか。バグが起きてしまった。よし。映画。これはさっきの機体と一緒ですね。作品数もすごい種類。多国籍にわたる老若男女楽しめるようなものですね。アラビア語もちゃんとありますね。さすが。さあ、何か始まったと思ったらですね、意外にも意外。こちらがカタール航空の機内安全ビデオでした。なかなかエンタメに振り切っている感じ。海外のコメディショーのような感じでですね、この人有名な方なんでしょうか。この I love カタール、I love カタールというね、T シャツとコップを持ってですね、面白おかしく機内の安全についてお話しされています。そしてこのイーグルちゃんと喋ってましたね。Ladies and gentlemen, the event of vessel cabin pressure, can you ensure that you remove the face covering if you are wearing one prior to putting on the drop down mask? 搭乗してすぐに軽食、ランチコーンと私はオレンジジュースにしました。なんかめちゃくちゃドリンクの種類も多かったので、お食事も楽しみです。カタール航空が世界一という理由が分かったような気がします。機内食本当に美味しかった。このブラウニーとこのサラダももちろんなんですけれども、メインのですね、こちらこのマッシュポテトとこのビーフミートボールみたいなやつもめちゃくちゃ美味しかったです。そしてメイクも完了しました。そし
してドーハからローマに向かうフライト、残り2時間半を切りました。成田からの長旅、まもなくゴールが見えてきました。もうすぐだ、頑張れと眺めながら、ずっとまた地図とにらめっこ。そして右前方にですね、ローマの街並みでしょうか。パッと見あまり日本と変わらないようにも見える、そんな景色が広がっております。着陸しました。いよいよ私の旅が始まる、そんな胸を躍らせて、疲れもこの時は吹っ飛んでいきましたね。デリカモメみたいなやつに乗って到着ゲートモノレールに揺られながらですね、アメリカン航空、ユナイテッドなど、なかなか日本国内ではお目にかかれない他社の航空会社さんを見たりとかしてですね、航空ファンの私大興奮でございました。そしてトランジット、そして出口、こっちですよというふうにみんなとついていきました。出た、ドルチェ&ガッパーナ、イタリアのブランドの広告がお出迎えしてくれています。このね、薄聞いたエグジット、このイタリア語で出口ってやつを今回の旅でたくさん見ましたね。あ、ここにもイタリアブランドの広告と指さしておりますね。本当に入国審査長すぎる、働かなさすぎてるでしょ。そういうもんですかね。日本人が働きすぎなんでしょうか。山盛りの人間がいるのにカウンターが3つしかオープンしていません。で、私たち日本人のパスポートはチェックに1分もかからないぐらいの形。はい、で今からですね、ローマ行きのローマ中央駅行きのシャトルバスに事前にクルックさんでチケットを予約しておりますので、スムーズに乗れることだと思います。さて、ここまでご覧いただきありがとうございました。ただただ航空ファンの私が成田からローマまで移動するというだけの動画になっておりますが、楽しんでいただけましたでしょうか。次の動画からはがっつりローマを観光していきますので、そちらの動画もぜひ楽しんでいってください。では次の動画でお会いしましょう。